こんにちは、みやぶんぶんです。今回は2泊3日京都着物旅行のパッキング動画です。前回真冬の着物旅パッキングしていろいろ反省があったので、その反省を生かしつつナイスなパッキングをしていきたいと思います。それではどうぞ。背景でだいたいお察しいただけるとは思うんですが、かなりギリギリの状態で今パッキングをしようとしています。明日の朝早くに出発します。なので正直全部ゆるゆるのパジャマみたいな服で過ごしたいなっていう気持ちもあるんですが、せっかく京都ですし、あとお着物でご挨拶させていただきたい方々がいらっしゃるので、お着物を着つつでもリラックスできるような、そんなコンセプトでパッキングしていきたいと思います。スーツケースは前と同じサイズです。機内持ち込み可能サイズではないんですが、割とちっちゃめで軽いやつです。ではまずお着物。今回のお着物セットはこちらです。ここら辺は下着とかインナーです。気温が20度、最高20度前後で、最低が1桁台、8度とか9度になっちゃうので、どうしようかなと思ったんですが、絹だとさすがに昼活動をするときに暑すぎるので、綿素材の長めのものを選びました。インナーとかも普通にいつものエアリズム系のインナーです。そしてお着物がこちら、新之助上部さんの綿麻と、こちらは縮み、なんとか縮み、名前忘れちゃったんですけど、縮みの綿麻、これも綿麻です。3月で綿麻で一重ですかみたいな。そうです、3月で綿麻で一重です。なぜなら20度もあるので。あとこの2つは両方ともマイサイズなので、新幹線とか移動もすごい楽に行けるかなと思っています。で、今のところ帯は、新之助上部はこの角帯ですね。角帯を合わせようと思ってます。濃い紫の方は、これは一応袋帯なのかな、ちょっとわかんないんですけど、こちらの帯にしたいと思います。ここら辺はちょっとお伺いする場所の方々にゆかりのあるものを選びたいなと思って選んでいます。半襟と帯地面も決めました。紫の着物なので、ピンク系をちょっと入れました。帯だけちょっと赤っぽい色が入ってて外しっていう感じになってます。で、こっちはこの帯を主役にしたかったので、半襟も帯に合わせてちょっと青っぽいものを持ってきて、で、帯地面もちょっとね、グレーとかにしたら地味すぎちゃったので、お着物の紫に合わせてちょっと明るい春っぽい紫を持ってきました。で、これにこの先日買ったややさんのふわぽちゃ仕立ての羽織を合わせようかなと思っています。で、2泊3日なんですけど、3日目は割と帰るだけになっちゃうので、洋服で楽に帰りたいと思います。もう実質パジャマみたいなラインナップですね。スウェット系です。服 OK です。で、今回重要物件がお仕立て屋さんに行く予定なので、お仕立てする反物たちを持っていきます。まずこの新之助上部さんの、綿麻が3本で、今回初めて羽織を作ってみたいなと思って、こちら、これはね、男物の襦袢なんですよね。なんかこういう男の人がらっしゃいらっしゃいみたいな、らっしゃいらっしゃいみたいな柄の男襦袢で、なんか裾がこういったそろばんっぽい感じだから、本当に商人の柄なのかな。これがね、すごいなんか地紋とかもなんか横でバーって入っていって可愛いなって思って、で生地も割とテロテロふわテロって感じで、
なんか着やすそうだなと思ったので、こちらを仕立て直しして羽織にできないかなって相談しようと思っています。なのでこれも持っていきます。それであとは帯を作りたくて、端切れとかなんか襦袢地とかを集めたんですが、こちらが綿の端切れで、いわゆる戦争柄っていうやつですね。こちらは地球儀の柄です。地球儀とお城とかが載っていて、楽譜の柄とかが入っています。で、戦争柄っていうことは優にもう多分80年ぐらい前の布だと思うので、すごい弱ってはいるんですよね。で、この他にもう一個戦争柄の端切れを買ってみたんですけど、そっちは本当に弱ってて、もう横にこうやってやるだけでミシミシミシって言って、もうちぎれるなっていうものだったので、そっちは諦めたんですが、こっちは割とまだいけそうな、全然穴とかはあるんですけど、裏張りして補強したらいけないかなっていうのなので、こちらは本当にできますかっていう相談ベースですね。相談してみて、いけそうかもってなったら、裏の生地と、あとこれだけで表地足りないので、継ぐ生地とかを相談していけるかもってなったら探そうかなと思ってます。それも今回の旅で探せたらいいなっていうのがあります。で、もう一つはなんか同じような色合いになっちゃったんですけど、こちらもこちらは船とかかな。多分これも割と戦争柄っぽくて、こういった戦闘機っぽいやつかなに人が乗ってたりとか、船とかの柄が入ってます。これは絹です。割とその状態はいい方で、サイズも割とあるので、これはこれだけで帯の表地には足りてるかなと思っています。で、これも状態は割といい方なんですけど、本当に古いものなので、まずできますかって聞いて、さっきの生地と同じように、まずできますかって聞いて、できますってなったら、裏地を探そうかなと思っています。あとはこちらのミャオ族、中国少数民族の布の反物を持っていこうと思っています。こちらもまず仕立てられますかっていう相談ベースなので、今回持っていこうと思っています。なので全体的には、まずこの3つ、新之助上布の3つはちょっと早くお仕立てお願いしたいなと思ったので、直接持っていきます。で、羽織もこちらは初めて羽織仕立てるので、いろいろ直接相談させていただきたいなと思ったので持っていきます。で、帯の2つは経過相談しないと始まらないので、持っていきます。で、こちらもそうですね、相談しないと始まらないので、持っていきます。本当は洋服生地で仕立てていただきたいものとかもあるんですけど、ちょっと今回持ちきれないのと、後でちょっと送ろうかなって思っています。よし、じゃあお仕立て品は以上です。あとは本当に生きるのに必要なものを持っていくだけです。化粧水とか保湿液は前回はサンプル品をいっぱい持っていったんですが、悪くはなかったんですが、やっぱり普段通りではないなと感じて、ちょっと若干ストレスだったので、今回は詰め替え用の容器に普段のものを入れて持っていきたいと思います。で、あとはサプリと薬系をみっちり入れてます。で、メイク系の道具です。もう今回は絶対忘れないようにしたいと思います。今回は人に会う予定があるので忘れません。で、前回持っててめちゃくちゃ良かったのがこのマッサージ棒です。これをね、寝る前にガーってやるだけで全然翌日の疲れとかむくみとかが違うので、これは持ってってよかったなって思ったので、今回も持っていきます。そんなにかさばらない方ではあると思うので、もう一つ前持ってってよかったのがこのナイトキャップですね。ホテルの部屋やっぱり乾燥してて髪の毛がすごいことになっちゃうので、これがあるだけでだいぶマシに
保てたんじゃないかなと思っています。今回も持っていきます。で、前回はドライヤー持ってったんですが、今回はちょっと定員オーバーなので連れて行きません。頑張って乾かしたいと思います。ちょっとメイクポーチの中の話をすると、割と今回紫系が多いので、こういった紫メイク系のアイテムを持っていこうと思ってます。で、前回初めて買ったこちらスナイデルの日焼け止め乳液、こちらすごい使用感とか良くて、肌ストレスもなくて、私にとってはのでめちゃくちゃ良くて、あれからずっと使ってます。 SPF も50プラスで PA++ なので、これから日焼け止めすごい必要な時期だと思うんですけど、日焼け止めの匂いとか肌の負担になる感じが全然苦手だなっていう方にめちゃくちゃおすすめしたいです。すごい大事なものを忘れてました。序盤はハンジュバンで朝100かなのものを着ていきます。これはもう年中変わらないんですが、今のところこの自分で改造した感じの紐がちょうどいいので、こちらを2つあるので2日間分持っていこうと思っています。とりあえずこんな感じかなと思います。今回の着物のチョイスとか他の荷物とかが旅でどうだったかっていう結果は旅行から帰ってきてやってみたいなって思います。それではとりあえずおやすみなさい。はい。じゃあ、はい。八分丈。八分丈をちょっといただきます。はい。どのぐらいか。金魚。金魚。なんか去年の新之助城下の。ああ。やつでキラキラしたやつも。はいはい、いますよ。確か。ずっとポチするかな。あ、結構かわいいサイズ。丈は多分ついたけど、ちゃう。あ、すごい。すごい素敵。ペルチャ絨毯なんですけど、はい、アンティークのすっごい細かい。すっごいですよ。マルムドでお求めくださった夏のジョゼットの着物に帯を何かっていうテーマで見ていただいてます。青いやつ。こう一般的な雰囲気よりこの感じがお似合いになると思う。全然印象変わりますね。結構着物って崩れたらって思ってぎゅうぎゅう巻きにされる方多いんですけど、ポイントだけ押さえておいたらそんな容易に崩れてこないので。だからそれ折って締めるので、これで6寸のままでこれだから。はい。あんまりちょっと好きだからちょっとどうしてもって言われた。じゃあ出すなよ。って言われた。見ちゃったからな。通勤着。いや、冗談。パーリー。いや、毎日がパーリーにしないと。エブリデイパーリーにしないと自分。旅行から帰ってまいりましたので反省会をしようと思います。まず着ていった着物が気候とかに対してどうだったかっていうことなんですが、今回新之助上布ともう一つ綿朝の着物を着ていったんですが、手軽さとしてはやはりとても良くて、汚れても洗えるっていう安心感と、やっぱマイサイズなのがすごくどれだけ歩いたりとか動いたりしても崩れにくいっていうのがすごく良かったです。ただやっぱり朝晩が1桁台とかになる時期だったので、すごく寒い時があって、ちょっと若干
風邪気味になったりとか、風邪気味というか寒暖差アレルギーみたいのがすごい出てしまって、ちょっと大変でした。なのでそういった意味でこちらの羽織を持っていってすごくやっぱり良かったなと思いました。今回の大活躍アイテムがまず1つ目がこちらの羽織さんです。でこのデザインが洋服の上から着ても違和感がなかったので、洋服の上からとかも着たりしてすごく助けられました。なので今回の反省を踏まえて、ちょっと木綿の着物がすごく欲しくなりました。綿麻よりはちょっとあったかい木綿の着物、ちょっと今年は探してみようかなと思います。もう一つ持って行ってよかったなっていうアイテムがこちらのマッサージ棒です。これをするのとしないのでは次の日の疲れが全然違ったと思います。これのおかげで足の疲れがとにかく残らなくて、いつまででも元気に歩けたっていうのが良かったです。これは本当に日々の生活の疲れにもおすすめなので、本当にぜひ試してみてください。今回の京都旅はほぼ着物旅だったので、いくつか撮影させていただいた場所もあるので、今後動画として上げていく予定です。お仕立て相談したり、お買い物したり、お着物をレンタルしたり、またお仕立て相談したりと、いっぱい盛りだくさんだったので、すごい楽しかった思い出をいい感じに動画に残せたらなと思っております。チャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいです。また旅行に行った際はパッキングとその反省会またやりたいなと思っています。今回の動画は以上となります。ぜひグッドマークとコメント、そしてインスタのフォローお待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。